離れ駒ができたタイミングっていうのは、攻める回戦するねチャンスなのでちょっと行ってみましょう。皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね将棋大津で実況対局の方をやってまいりますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。あなたが先手です。はい、今回私が先手で相手三段の方ですね。さあ相手の方は三間飛車が得意戦法ということでしたけど、4四歩止めてね、3二銀、振り飛車あるいは雁木、まだ雁木の可能性もありますね。さあ私の方は八重飛車の形です。5四銀、かなりね積極的な動きですね。これはどうしようかな。2五歩1回ついてみますか。これで乱戦になる可能性もありますね。3六つくとちょっと急戦も王様があって6五銀で出てくんでね、それを出させて戦ってますけど、穏やかについてますか。こうね、6六歩一番穏やかですね。相手の方で6四歩だったんで、もっと積極的にそうで金上がってね上部に備えますか。かなり積極的ですね。相手の方6二飛車で、私は5七銀、そして6五早くもぶつかりましたね。さあ同歩同銀で歩受ければ落ち着いてますけどね、銀上がってもそれほどすぐ潰れる感じはなさそうです。普通に取って受けますか。でもね無理をせず、これねあんまり後手のね相手の方の言い分が通るような感じなんですけど、この攻め本来ね、腰掛銀っていうのは右の攻めの銀がここに来るんでね、守りの銀が5四まで来てるので、なんていうんですかね、そこまでこう例えば不交換されてもねそんなに嫌じゃないというかね、それはそれでいいかというような感じの指し方です。さあ銀上がって普通に玉引けばねそれで迎え撃っちゃう手もあるんですけど、ちょっと乱暴から取って同銀、玉寄る、玉寄りますか。7八銀ですとね角が浮くんでね、で相手の方は飛車回って四間飛車に戻してきましたね。さあこれはねちょっとこう咎めたいと感じもあるんですよね。角上がって持久戦にするのも一局ですけどね、角上がって玉寄ってね、角上がるか、急戦もあったと思うんですよね。これね相手の方から大阪一玉で私も囲えてるんでね、8を受けますか。で玉を寄ってなんだかんだ言って結構落ち着いた将棋になりましたね。私は穴熊を目指します。この歩が切れてるのが一つ変わったところですけど、相手の方は穴熊かな、相手の方は美濃囲いでした。この歩が切れてること以外はなんていうんですかね、よくある将棋ですね。で私の3六ついて、さあここら辺まで組めればね私の方としては安心は安心ですね。さあ角引いて使いますか。これは1五角のね含みですね。出るかどうかは分からないけど、7三桂と飛んで、1五角同角同歩に6四角というようなね迎撃を狙うような仕方もあるよと言ったらやっぱり桂飛んできましたね。どうしようかな、角上がって、私は穏やかに指してます。もっとね今も1五角出るとかもっと積極的に咎めていく手もあるんですけど、穏やかに指してこの歩をね交換したんですけど、角がね王様に睨んでますから、やっぱりこの歩がね守り駒という考え方もあるんでね、これ角出たくなりますね。今度こそ取って角って飛車置いて角なって歩ついて、角が出たくなる。角出て同角同歩、出たくなるがどうだろうか。角打つ飛車浮く角なる歩つく。今ねさっきまでと違って銀がね上つったのでね、これ角ぶつけるのは行ってみますかね。角ぶつけ、これねさっきまではとね条件違って離れ駒ができたんでね、離れ駒ができたタイミングっていうのは攻める回戦するねチャンスなのでちょっと行ってみましょう。同角同歩に6四角っていうのが一つ反撃の筋ですね。角で飛車を睨んで、その時に私の方が1八飛車だとね穏やかなんですけどちょっと不満なので、2六に浮いちゃって1九角成2四歩とねもう香車を捨てて2筋の突破を目指すようなイメージです今ね。これ6四角と打つか、3三角と打つとね穏やかそうですよね。そちらだと思いました。でもこれ私飛車を浮いちゃってね香を取らすんですけど、もう端が来ましたね。これは相当積極的。これはこちらが来るんでねその前に端を攻めてしまおうと。なかなか嫌な手ですよね。確かにどうしようかな。9七歩同桂9五香という手を狙ってますね。どうするのがいいかな。8六歩突く手が一つ受けの形、同角って取ってくるんですよね。ただね
8六角だと香車を取るってことか。いや、なるほど、嫌な手ですねこれね。5五突く手もある。5五突いて同銀なら6五歩、そっちかな。5五突いて同角ならね端への脅威が収まるということでね、5五歩にまた9七歩とか手抜いて攻めてくる手も私の方としては警戒しておかないといけないですね。同香同桂成同銀銀出る。難しい。8六角9角成3七角と打っとく手もありますね。同角成同桂。難しいって言っててもねしょうがないんですけれども難しいです。8六歩同角3七角、8六歩同角3七角はありますね。ただ歩を渡すんでね、いやなるほど、これでもかなり積極的で、居飛車から見るとねこういう手は嫌ですよね。どうするのがいいかな。ここ突きますか、ちょっと強めに。やっぱりそうですよね、歩を打ってくるんですよ。この時がね、同香で。さあ難しいですね。で同銀で取るのかなこれでね。あ、香車も走って、いやこれはもう止まらない感じですね。ガンガン来るって感じでしょう、切って。さあこれ難しいです。飛車がねこう浮いて横利きがねないのもちょっと受けとしては不安なところなんですよね。同香ちょっと意外ですね。同銀でこれ切る手がなくなるんでね。今の同香どうでしたかね。ちょっとこう角切って同桂で9六香の方が怖いとこでしたけどね。これですと同銀で手順にねこう銀が角切りから逃れたんでね、少し受けやすくなった気がしますね。これはちょっとどうでしょう。少し何かもしかしたら誤算というかね錯覚があったかもしれないですね。2四突いてやっぱり飛車を使っていくか、こう状況が変わったんでね飛車を寄ったりしてじっくり、飛車というか香車を逃げたりして受けに回る手も十分にあるかなって感じですね。香車逃げとく手もあるけどな、そうやって丁寧に指すか、あと端がね何か9五桂とかでこう反撃していく。次9一香と打って9五歩に9四歩って感じで合わせてくるんですかね。その辺どう攻めてくるかを一応見とかないとね。香車打って歩受けて歩合わせて同歩同銀みたいな感じで攻めてきそうな気もしますね。それに対する対応がやっぱりないとね、どうしようかな。いやこれ迷いますね。ちょっと今の手順はね相手の方にちょっと錯覚そうですね、悪手とまでいかないですけど何か錯覚あったと思うんですけど9五桂打っちゃう手もあるんですけどね。打っちゃおうかな。9五桂ちょっとやりすぎかな。9五桂でも得した桂なんで打っちゃいますか。もうちょっとこの桂打ちは早いかもしれないですけどね。ちょっと早めに桂馬を打ってでもう歩ついて一発桂馬打っといてから、そうですねこれで香車を受けてね、この香車があったんでね桂馬を打ってってここはまたねじり合いですね。そうですねこれで桂馬をまた打ってくるんでしょう。さあそこで香車を浮いて逃げといてどうですか。ちょっと細いと思うんですけどね相手の方の攻めがね厳密には角がこうそれたの大きいですよね。角こう聞いてると切って切り取られてねちょっと危ないんですけど、これはね正しく指せば私が優勢な気がするんですけど、ただやっぱりこうね玉の周りを攻められるっていうのはねやっぱりこう居飛車穴熊でねこう玉が下でねこういう感じになるとむしろ8八にいた方がね安心する。あるいは8八金と上がってあったりとかねちょっとまだ不安定なんでね、正しく指せば良さそうですけど形勢良さそうですけど香車逃げてきますか。まだこの辺の手順がね非常に怖いところですね。これは香車逃げたのはちょっと強気な受け方で、そうですねこれで銀取れるんですけど銀なんでね銀1枚なんでしのげるだろうと。8八玉ととにかく上がりたいですね一回ねどっかでね。で香車がこうね、相手の二の囲いの方に刺さってきてますから、これ結構相手の方のね形ももう危なくなってきてるんですよね。だからもう攻め合いも視野に入れた感じですね9六香っていうのは。ちょっと大体ね私の方の攻めもどうだったか微妙なところでしたね。端攻めされて結構やっぱりこうダメージを負ってますから戻ってですね1五角とぶつけたところなんですけど、じっくりやっといった方が良かったかもしれないですね。これ香車を取りに来るってことですかね。銀ですか。絡め手ですね。これはどうしようかな。金引いて銀成り金が引きますね。さあ銀成りの瞬間が甘いので8六歩4六歩いろいろあの手この手ですね。これは同歩ですか。さあ私の方としてはやはりね、いつでもこう反撃できるのでねそれが楽しみ。9一角と打てばこの角は取れるんですけどねどうしようかな。歩成りで勝てれば一番いい。歩成りが一番勝てればいい。歩成りでいってますか。堂々と王者の歩成りでね。さあ歩を打ってねこれは怖いですね。銀を取って頭に銀打ってくる手を狙ってるんでねと金入るとどうなるかな。強気でいくとどうなるだろう。銀取って同金で
飛車捨てて同金で角出ようってことかな、相手の方の狙いとはね。なるほどなるほど、同金に飛車出て、いやちょっとここは読みますね。読み切れば勝ちきれそうなんでね。と金捨てる、銀取る同金で多分飛車走っていくんですよね。で同金だと角が出て、それで危ないだろうっていうのは相手方の狙いですけど、それで香車受けても詰みがないんで勝ちそうですけどね。同金同角、ただね、私も金を渡すと危ないというか、この王様上がっとくても普通なんですよね。冷静にね、王様上がっといても悪くはなさそうだけど、と金入って勝ちたいっていう気持ちがある。銀取って同金で飛車走る。さあそれが詰めろじゃないんでね、香車打って、いや同金で、いや難しい。ちょっと見ますね。飛車打って、悩みますね。これはでも結構相手の方もやらしく攻めてきてますね。王様だと取って同金、成銀引いて同銀、成銀引いてと金入って、ちょっと嫌かな。王様上がるのはね、上がってみたい。上がっとけばね、かなり王様安心になるんですけどね、と金入って勝てればいい。銀取って同金で飛車走ってね、多分めちゃくちゃ猛攻してくる。まあやってみますか。それでどうなるか。ちょっと危険かな。これがね、一番私の方としては強気です。飛車取って次ね、9二飛車って手が出てくるんで、ただこの瞬間に、金が入れば詰みなんでね、むちゃくちゃやってくると思うんで、その時に正しく対応すれば私の勝ちですね。それはね当然ですけど、はい。さあどうか、なんとかなりそうって感じなんですけどね。ちょっとなんとかなりそうの見切り発車気味に指してるんで、ちょっとそこが何ともならなかった場合に危ないんですけど、ただ5七成銀同金4六飛車っていうのがね一番怖いですね。5七成銀に飛車を取ると6六角と出てね、ちょっとこう嫌な格好なんで、飛車逃げですか。これはね私の気合が通りましたね。気合が、これはこうなればね安心しますよね。成銀次取って同銀で大丈夫なら飛車になってもいいかな。これ金取りでね、これちょっとね今はちょっとドキドキでしたけど気合が通りましたね。これははっきり、勝ちになりました。9五桂とかがいいかな。9五桂とかで縛って角打って包めばいいけど、王様がられて引くと角っていきなり詰みかな。王様が桂馬打って上がって銀打って金取れるから大体いけるな。角打っていけるかな。いやちょっと待ってくださいね。慎重にね、勝ちと思ったところでね、危ないですから将棋はね。で角打って、これはね勝ちですね。上がって桂って上がって銀は詰まないけど、竜切ればいいかな。竜切りがいいでしょうか。これはちょっと途中でちょっと通りましたね。私の気合がね気合が通って、5七に同金4六飛車が一番怖かったんですけど、その辺ちょっと解説編でどうなってたか、やってみたいと思います。これはね同金なら9三金ですし、9一角も同竜でいいですかね。9三香成から詰みもありそうで、ちょっと詰みはないかもしれないですけど、同竜でね普通に私の金さえね渡さなきゃいいんで、気合のね3二とか通ったんでね怖い格好でしたけれども、金さえ渡さなきゃいいって感じで、はい。どうだったんですかね。3二とに5七成銀同金4六飛車っていう勝負が、5七成銀に4二とで勝てればよかったんですけど、その辺はねかなりちょっと際どかったと思います。間違いなくね。相手のこと考えてますけどね、これはちょっと状況が厳しいですね。同金は9三金だし、角を取っても同竜ですしね。仕掛けのね1五角ぶつけたあたりとかね、あの辺はちょっとね微妙でしたね。1分持って6四角ってやっぱいい位置でしたね。6四に角を打って端攻めと絡めてね、それが非常にやっぱり厳しかったんでね、私の方としてもかなりこう、ギリギリなね対応だったんですけどね、最後は即詰みです。いやありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。今回もですね、将棋大勢実況対局の方をやってまいりました。今回はですね、ちょっと序盤から乱戦含みだったんですけれども、局面が落ち着きましてね、中盤は居飛車穴熊対、四間飛車の戦いということでね、私が相手の方のね、金冠が完成する直前に開戦しまして、ただね、それに対して相手の方が強く反発しましてね、私の穴熊が強襲を受ける形で、形勢自体はね、おそらく振り飛車がいけるね、振り飛車がさせそうなところもあったと思うんですよね。そういったあたりも含めまして、解説編の方で大盤を使ってじっくり解説していきたいと思います。